皆さんこんにちは。今回の動画のテーマですけれども、サムネイルありますように中小型株、この後投資していくには相場感少し落ち着いてきていますので、狙い目になってくるんではないかというテーマでお話ししたいと思います。こちらご覧いただいているのはトピックス、東証リート指数、スタンダード市場、グロース市場の4本のパフォーマンスですね。8月に入るところから相場の状況を大きく下落した後に急速に戻してきているというところ。トピックスで見ても中小型株指数、スタンダードやグロース市場の指数でご覧いただいても同じように大きな下落と急激な戻りを記録していますが、唯一東証リート指数に関してはかなり下落幅軽微だったというような状況です。この状況を今一度整理しますと、月初にお出しした動画でもご説明した通り、日本の金融政策の方では利上げを中心に進めていく。一方でアメリカでは利下げを進めていく。この基本線は変わらないわけですが、このそれぞれのペースについてマーケットの思惑と前後する。例えば日銀の利上げに関しては植田総裁の発言も踏まえると少し早かったんではないかと。その後内田副総裁が火消しに走るように混乱した状況では追加の利上げはできないと相場の落ち着きを取り戻すような発言を行いましたけれども、金融引き締めを行う方向。一方でアメリカはインフレ率の抑制が十分に行えてきたということで、そろそろ利下げに転じるタイミングですけれども、この利下げにあたって根本にあるアメリカの景気ですね、経済状況というのがいいのか悪いのかでだいぶ違ってくる。この8月の月初にあった暴落、日銀の利上げとともにアメリカの方では IMF 製造業指数であったり雇用統計といったところが軒並み予想を大幅に下回るということで、リセッションが発生する確率が上がってるんではないかと思われた。これが暴落の起因となった一つの要素ですね。しかし暴落から徐々に戻してきている。特に今週は大きな戻り上昇を記録しましたが、それについてはやはり状況が変わってきて、例えば小売売上高が予想を上回る結果だった。リセッションの心配が少し後退してきたというところ。特に雇用統計に関しては失業率といった数字が悪かったですけれども、これは移民のカウント影響を受けているせいであって、本質的なところはそんなに悪くないんではないかというような見方がされています。日本株に関しては良くも悪くもアメリカの景気動向を影響を受けますので、8月月初のような雇用統計出た直後にリセッションが心配されているような状況ですと、もはや中小型株と言ってられるような状況ではなく、株への投資そのものを見直していかなければならないわけだったですけれども、その状況というのがそんなに心配しなくてもいい。足元の小売売上高を中心にリセッションの心配がなくなってきた現状ですと、少し攻めの戦略に変えていってもいいんではないかということで、利下げによって最も恩恵を受ける中小型株を中心に今回はピックアップしていきたいというお話です。例えば投資家の種類別売買金額の推移をグロースのマーケットとスタンダードのマーケットでどれくらい資金流出入が起きているか2年間の推移でご覧いただきますと、左上はグロース市場、右下がスタンダード市場ですね。そうすると左側のグロース市場に関しては資金の流出入、投資家種別でくっきりと色分けができてしまっています。最も売り越しているのは濃い青のライン、外国人投資家です。一方で水色のライン、個人投資家が大きく買い越していることによって、トータルではプラマイゼロといったような推移。ただ直近の中小型株が難聴な状況というのは、この外国人投資家の売り越しが少しでも上向いてきてくれないと改善してこなさそうな状況ですね。一方、右下スタンダード市場の資金流出入に関しては、最も売り越しをしているのが国内の機関投資家。当チャンネルでも時折題材にしていますが、市場区分再編とともにトピックスの構成銘柄の変更が行われているということで、中型株を中心とするスタンダード市場は国内の機関投資家からは少しどうしても売られていく傾向に置かれています。とはいえ、そのトピックスの機械的な再編が終われば、質の高い有料な中型銘柄というのはトピックスでも残っていきますので、今後はこのあたりのマーケットに上場している有料な企業というのを探していって中小型株に投資していくエクスポージャーを取るのがいいんではないかというふうに考えられます。さて先ほど日銀の方が利上げをしているということでお話ししましたけれども、利上げをすると一番真っ先に思いつくのが銀行株の収益改善ですね。
そこで業種として銀行業が8月に入ってどのような動きをしたか、他の業種と比較しながら注目してみますと、一番ボラティリティが高かったのがここですね。バンク及びリージョナルバンク、地方銀行ですね。この2つの業種がかなり大幅な下落とその反動の戻りを記録している。ボラティリティがかなり高かったわけです。なぜこのような動きをしているか、銀行株というのは利上げをすればメリットがあるんではないかというふうに一見思われますが、結局アメリカの経済が一旦リセッションの懸念高まったというところで、日本が利上げをしようが、景気動向が悪くなっていくということは、貸し倒れ引き当て金をどんどん積まなければいけなくなる。そうすると利上げによって得られる収益よりもコストの方がかかっていくわけです。特にその中でも地方銀行に関しては、それこそ融資先の企業というのが中小企業を中心になってきますので、余計にリスクが高まるわけですね。ですので、8月月初のところでかなり売り込まれた。そして逆に今足元で相場が戻ってきている。アメリカのリセッションの懸念が落ち着いてきたとなると、これは今度日本において利上げがあるんだったら収益改善の方が注目集まるよねということで、株価としては一番大きく深掘りして一番大きく戻しているというような状況です。ですので本来の銀行株というのがかなりボラティリティ高い部類であるという特徴が久々に相場環境として現れてきている状況ですね。落ち着いてきているとはいえ、まだ不安定な状況ではありますので、銀行業の中で中古型銘柄、地方銀行を中心に探していくのではなくて、この中では大手のところを中心に堅調な推移をしている三井住友などを持っていく方が安心かと思われます。実際にこの2週間で業種別にワーストのパフォーマンスを記録したのは、金融業の中では銀行及び金融サービスですね。そして個別銘柄見ていきますと、九州フィナンシャルグループ、西日本フィナンシャルホールディングス、住信 SBI ネット銀行、楽天銀行と並んでいますので、銀行の中でも地方銀行及びネット銀行というところがだいぶ不安定な推移をしています。逆に金融系の業種の中でこの2週間パフォーマンスが良かったものというのはリアルエステート、つまりリート関連の銘柄というのが冒頭でも指数でご覧いただいたように非常に安定的、リログループ、東京建物、イオンモールなどですね。こういったところはかなり割安感強い銘柄も多いですので、金融のエクスポージャーを考える場合には、こちらも一つの選択肢になってくるかと思われます。それでは金融業以外の銘柄で中古型株有料なものというのを探していきたいと思います。各銘柄が有料企業かどうかというのは、あらゆる指標を使うことになるかと思いますが、今回用いるのは、まず財務関連の指標で、デッドエクイティレシオ、負債と純資産の比率が1対1を下回るものですね。つまり、負債の方が少ないもの。そして成長性を示す指標として ROE が 7% 以上。さらに、売上高成長率が5年平均や2年平均、そして今期の予想といったところがプラスになっている銘柄というのを時価総額5000億円以下のところで集めてきています。そして、並びの順としては一番左側の平均出来高ですね。これが直近かなり盛り上がっている順番。つまり、投資家の目が集まっている銘柄というのが上位に並ぶようにご覧いただいています。そうすると、時価総額の割に出来高がかなり大きいのが一番上のシフト。右側の売上高成長率ご覧いただきますと、5年平均で47% 記録していましたが、2年平均だと 29%、今期は 8% と、注目集まっている銘柄ではありますが、徐々に落ちてきているという状況です。ですので、右側の売上高成長率3列に関しては、左から右に行くにつれて上がっていっていく方が、足元好ましい状況であるというふうに捉えることができるかと思います。そういった意味でご覧いただいているスクリーニングされた銘柄の中でも、特にピックアップしていきたい銘柄見ていきますと、4番目の丸は、ただこの銘柄に関しては4790億円と、今回のスクリーニング基準ではだいぶキワキワのかなり大きめの銘柄ではあります。またその2つ下ラクスに関しては PBR25 倍、PER42 倍と最も赤くなっている今回リストアップした中では一番割高と言われるような銘柄ですね。ROE が 37% と非常に高い数字を記録していますが、売上高成長率としては右側に行くにつれてだんだん下がっていると。このあたりの割高割安感というのも中ほどの列 PBR、PER の赤くなっている色合いをご覧いただきながら確認いただけると
幸いです。そうすると、ラクスと負けず劣らず ROE35% を記録している寿スピリッツ。他の銘柄よりは PBR 高めですけれども、売上高成長率が 9%、14%、18% と、だんだん右肩上がりの成長性になっています。さらに小型株探していきますと、東洋炭素という銘柄。こちらは PBR1 倍台で、PER も14倍とかなり手頃な水準。さらに D レシオ、負債と資本の比率のところ0となっていますので、節税効果に関して疑問はありますが、無借金経営の銘柄となっています。ですので、日本における利上げの影響がそんなに心配しなくてもいいような銘柄とも言えるかもしれません。属する業種の状況なども重々検討しながらにはなりますが、このような小型株を探していくのが非常に理想的な形になってくるかと思います。その他、売上高成長率堅調な銘柄と探してみますと、オービックビジネスコンサルタント、足元かなり高い売上高成長率、今期予想が 34% となっています。さらに一番下、富士見インコーポレーテッド。こちらも売上高成長率が順調に伸びているということで、ご覧いただいている後半の2銘柄に関しても、先ほどの東洋炭素と同様に D レシオが0、負債がないような無借金経営の銘柄となっています。今回は D レシオ 100% 以下という条件でスクリーニングしていますので、たまたま売上高成長率が右肩上がりのものを探していくと、無借金経営の銘柄が囲われただけですので、この辺あまり気にしなくてもいいかと思いますが、成長性が高くて財務、気質が健全な中古型銘柄、ご覧いただいているリストの中で、今回赤枠で囲ったものに限らず、皆さんが注目するような銘柄、投資してみたいと思うような銘柄、業種なども勘案しながら探していただけると幸いです。ということで、再度にはなりますが、今週の相場に関しては日経平均が 8.67% の戻し。一方でグロース市場の指数は 8.19%。グロース市場250指数というのは昔マザーズ指数と呼ばれていたものですね。これが 8.43% とほぼ遜色ない形で戻しているのを見ると、中古型株というのもアメリカのリセッション懸念が後退して注目を再び集めてきているというような状況です。一方で中古型株において上昇するのか、それとも下がっていくのかというのが非常にボラティリティ高い部類ですので、やはり質の高い銘柄、もちろん決算が好調なこともありますし、債務体質であったり、たくさんの内部留保をしているというような銘柄であっても、例えば J タワーのように買収 TOB がかかるというような期待がありますし、デサントの TOB もそうですね。一方で戻していく相場の中でも決算が不調な銘柄というのはやはり今の不安定な相場では触りたくないような銘柄ということで、売上高の成長率であったり ROE の水準をご参考いただければと思います。また8月も後半に入りましたので、2月3月決算の銘柄第1四半期の決算発表が終わりました。次回はこの最新の決算発表を踏まえて、従前よりも思ったより好調な銘柄、あるいはあまり足元の状況良くない銘柄というのをデータ分析してみたいと思います。また前回お話ししていたライブ配信はどこか夜の時間帯で私のメンタルが許すタイミングで行いたいと思います。少しでもお役に立てた投資情報ありましたら、ぜひとも高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画お楽しみいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。